こんにちは、ジェーンです。今回の動画では冒頭のブルーンアートのようなワンちゃんを作っていこうと思います。ノマドスカルプではいろんな機能があって慣れるまで結構扱いが難しいので、一つ一つの機能をしっかり扱えるようになるチュートリアルを今後もアップする予定です。第1弾の今回はチューブという機能だけを使って制作していくので、チューブの基礎をじっくり紹介していこうと思います。最初に下準備として環境設定の確認をしていきましょう。左上のバーの中にある太陽マークをタップしてみてください。そうするとシェーディングの設定とあと環境の写真がこのようになっているかっていうのを確認してください。もしこの写真が違うよっていう場合はここをタップすると写真を変えることができるので、右の上から2番目を選択してください。これで下準備は以上です。今回作っていく燻製アートのワンちゃんなんですけど、チューブの練習のために全てチューブで作ろうと思います。なのでデフォルトで入っている球体は消しましょう。左上のバーの中にある四角が3つ並んだマークをタップしてスフィアにチェックが入っていることを確認します。そして上の方にある赤い削除マークを押すと消すことができます。では実際に制作していきましょう。右上のスパナマークの中にあるチューブを選択します。そして左のバーにいろんな項目が選択できるようになっているので、今回はパス、そしてスプライン曲線という部分を選択します。こういう風にオレンジになっている場合はすでに選択されている状態ということです。まずは顔の部分から作っていきます。画面の白い部分をタップして顔のサイズくらいの位置を次にタップします。この時タップする時のコツなんですけど、ちょっとだけスライドする感覚でピッと押してください。そのまますぐタップしてもこのように丸が出てこないので、そこだけちょっと注意点になります。そうするとこのように白い丸と黄緑の丸と線が出てくる状態になると思います。そしてこの緑のマークをタップしてみてください。そうすると今作った線が軸になった状態で円柱になってくれます。では次にですね、今この状態だと顔にしてはすごく細くなってしまっているので、オレンジの丸いボタンをタップしながらスライドするとこのように円柱の太さを変えることができます。そしてバルーンアートだと丸みが欲しいですよね。なので両端はくぼむように作っていきたいなと思います。今回はくぼんでいるところと丸みがあるところ、丸みがあるところとくぼんでいるところっていう風に4点太さを変えたいので、丸を4つにします。丸みが欲しい部分をタップするとこういう風に新しく丸が生成されます。だいたいこの位置にしてみましょうか。そして今だと全く同じ太さになっているので、今から半径の大きさを変えていきます。上の編集バーの中に半径という部分があるので、そこが3つ光るまでタップしてください。はい、このようにちょっと形がいびつになっちゃうと思うんですけど、ここで太さを変えることができます。こんな感じで両端がちょっとすぼむ感じに作ってみましょうか。そしてこういう風に黒くなってしまっていると角ができているので、その場合はポチッと押すと丸くなってくれます。後からスムーズで丸くすることはできるので、ちょっとだけ角張っていてもそこは大丈夫です。だいたいこんな感じになれば OK です。でですね、写真のバルーンアートを見てみると気持ち耳に近い顔の部分が少しだけ細くなっている感じがしたので、本当に若干ですけどちょっとだけ狭くしてます。ここはお好みで大丈夫です。そしてこういう風にいろんな角度から見ていると綺麗な丸みのある円柱になったのがわかるかなと思います。この辺の角がちょっと気になるかもしれないんですけど、後からスムーズで直すことができるので安心してください。お顔の部分がだいたいざっくり終わったので、フロントの視点に戻して上のバーの中の検証を押します。
ではこの辺の角をちょっと取ってみましょうか。今ワイヤーをタップして見てみると、こういう風に大きい四角で作られているので少し角張った状態になっているんですけど、左下のボクセルというボタンを長押しすると、この四角のサイズが変えることができます。一旦私は150くらいにしてみます。そしてこっちが数字が変えられたらリメッシュというボタンをタップしてください。そうすると150の四角のサイズに変えることができます。そして今ワイヤーが選択されている状態なので、一旦こっちのワイヤーをタップして表示を消します。そしてその後にこちらの右上のスパナマークの中にあるスムーズをタップして選択します。で、表面を滑らかにしていきたいので、こちらの対象ボタンを押してブラシを大きくして塗っていきましょう。しっかり後ろの方もチェックしていきながら、塗り残しがないように滑らかにしていきましょう。もしですね、この辺の角をもう少し粗く削りたいなっていう場合は、あえてこちらのボクセルを一旦タップして解像度を低くした後にスムーズでもう一度表面をなぞっていくと粗く削ることができるので、もう少しざっくり丸くしたいなっていう方はこのテクニックを使ってみてください。はい、このテクニックなんですが、一つ注意点があって、粗く削った後にそのままだとどうしても少しざらつきが目立ってしまう形になります。なので最初の手順と同じようにボクセルを長押しして解像度を上げてスムーズをかけてあげると滑らかな表面に戻すことができます。ここまで粗削りをした後は忘れないようにチェックしてみましょう。滑らかにすることまでできたら、お顔の部分はこれで完成になります。続いて耳の部分を作っていきましょうか。もう一度こちらの右上のスパナマークからチューブを選択してください。そして耳の部分をちょっとイメージしてもらうと分かると思うんですが、左右対称になっていますよね。で、お顔の部分を境目に左右対称になっているので、レフトの視点にしてこの位置で左右対称になるように作っていきましょう。では左のバーをパス、そしてスプライン曲線になっていることをしっかり確認してください。根元になる部分を一度タップします。そして耳の形になるように線をどんどん伸ばしていってください。でですね、このスプライン曲線の特徴なんですけど、中間にあるこの白い丸を操作すると丸みを帯びながらしっかり形を作れるので、この辺で作っていきたい形に調整してみてください。そしてバルーンアートなので風船をねじれたような形にしていきたいと思います。ここをちょっとだけくぼませてあげると、円柱になった時にうまくバルーンアートっぽい形になるかなと思うので、完成形をイメージしながら骨の部分を作っていきましょう。だいたいこの辺で1回作ってみましょうか。黄緑のボタンをタップします。そして左右対称にしていきたいので、こちらの上のバーの方にあるミラーをタップします。そうするとこのマークが出ているんですが、視点を変えると分かるように正面から見てのミラーになっていると思います。なのでこのミラーの位置を変えていきましょう。左上のバーの方にある四角が3つ並んだアイコンをタップします。そしてこちらにミラーっていう項目が追加されていると思うので、このミラーをタップしてください。そしてこのチューブは一旦選択を外しましょう。そうすると新しく真ん中にミラーの編集ができるような項目ができていると思います。今 X 軸のミラーになっているので、これを一旦消してタップすることで消すことができます。消して一番右の Z をタップするとお顔を軸にしてミラーにすることができます。そして今少し離れてしまっているので、この状態でもう一度チューブに戻りましょう。そして左のバーの中にあるギズモを選択します。
押して四角を押して左にぐーっと持っていきます。耳の根元の部分も位置を直したいのでフロントに戻してギズモをタップするともう一度編集の画面に戻ることができるので、フロントからの視点でバランスを調整してみましょうか。全体を動かしたい場合はギズモ、そして細かい編集がしたい場合はもう一度ギズモをタップして編集という風に覚えていきましょう。ざっくり耳の位置に持ってこれたらバルーンの太さを調整してみます。こちらのオレンジをタップしながらぐーっと外側に引っ張ります。だいたい顔と同じくらいか少し細めの太さにしてみましょう。はい、だいたいの太さができたらこの状態で小さい丸を移動して、もしくは全然追加してもらっても大丈夫です。お耳の形になるようにちょっと調整してみてください。はい、一旦こんな形にしてみました。ここでちょっと大きさを変えて太さのバランスを変えてよりバルーンの耳っぽく仕上げていこうかなと思います。先ほどの顔と作った手順と同じように上のバーの中にある半径をタップしてください。こちらが3つ光るまでタップしてください。そうすると全部の点の位置の太さが変えられるようになるので、バランスを見ながら調整してみましょう。はい、ではこんな感じでちょっと耳っぽくできてきたんじゃないでしょうか。レフトの視点から見てちょっとだけこういう風にアーチを描いて丸みを調整するのが耳の部分を作るコツになるかなと思います。そして形がだいたいできたなっていう場合はこちらの検証ボタンを押して一度完成とします。そして顔と同じように今少し角張っている状態になっているので、この角を取っていきましょうか。はい、レフトの視点に戻してボクセルを長押しして解像度をバランスを見ながら調整、そしてリメッシュをします。その後に右上のスパナマークからスムーズを選択して表面を滑らかにしていきましょう。はい、だいたい全体的に滑らかにできたらちょっとフロントからの視点で見た時に倒れてる耳にした方がより可愛くなるかなっていう感じがするので、ギズモを押してちょっと調整してみようと思います。はい、だいたいこんな感じにしてみました。そしてここの角がちょっと出てきているので、スムーズとボクセルを使って調整しながらもう少し角を取っていこうと思います。はい、こんな感じで頭の部分は完了です。実はこの耳の部分はですね、後で足にもなるので、もうこの時点で作品の大部分は結構完成できてきています。では続きも作ってみましょう。正面のフロントの位置に戻して、次は首の部分を作ってみようと思います。スパナマークのチューブを選択して、左のバーが表示からパスのスプライン曲線という部分を選択できているか確認してください。はい、では首の付け根に当たる部分を一度タップして、体の延長線に来るところにタップしましょう。そして今までの流れと同じように一度緑のボタンをタップして円柱にします。そして首は対称じゃなくてもいいので一度ミラーを消そうと思います。そして今ってミラーになっていないですよね。なのにこういう風になんでミラーになるかっていうところなんですけど、四角が3つ並んだボタンをタップしてみてください。そうすると
鏡のカテゴリーの中にこのチューブが生まれてしまっています。なのでこの鏡の影響を受けて対象になっているという状態です。これを鏡の部分から出してあげましょう。チューブを長押ししてぐーっと上に持ってきます。こういう風に上や下に近づけると黄色になってしまうと思うんですが、この黄色になっちゃうとその中に入ってしまうっていうサインなので、黄色がなくなった状態で離します。はい、これで対象が外せる状態になります。ではこの位置から見てもう一度首の位置を調整してみましょう。はい、そして耳と同じように太さも変えてみます。そして首の部分もですね、顔みたいに端を少し丸みが欲しいので、しぼんだ部分と丸みの部分、しぼんだ部分と丸みの部分という風に私は4点追加してみます。あえてここを点を増やしたり減らしたりしてすごくスタイリッシュなバルーンアートにしてもいいですに、ぷくぷくな可愛い丸っこい風船アートにしてみても可愛いと思うので、遊んじゃってみてください。この辺はお好みで作ってみましょう。そしてそれぞれの太さを変えたいので、こちらの半径は3点光るようにタップします。そして一つ一つ調整してみましょう。はい、だいたいこんな感じの斜めの首ができたら完成です。一旦検証を押して表面を滑らかに仕上げていきましょう。こんな感じで滑らかにすることができたら、続いて前足の部分を作ってみましょうか。そしてさっきもちょろっと話したようにお耳をそのまま足に使っていこうと思います。お耳の部分をタップして光ったことを確認して、左のお耳を一緒に連れて行きたいのでミラーの部分にもチェックを入れます。そしてこの状態で上の方にあるクローンをタップしてください。そうするともう1セット生成されたのが確認できると思います。ではこの後に操作していきましょう。こちらの左のバーの中にあるギズモを選択してください。そしてこれをぐーっと下に持っていってください。そうするともう足みたいな形になったのが分かりますよね。そしてバルーンアートらしさを出したいので、こっちの丸い方を足先の部分に変えていこうかなと思います。これはギズモを使って回転しながらちょっと調整してみましょうか。そして耳の形をそのまま足に転用して OK でもいいんですが、少しだけ耳より気持ち長くしてあげるとより足っぽく見えるようになります。なのでこの辺はバランスを見ながら調整してみてください。はい、だいたいこんな感じで形ができたらお腹の部分を作っていきましょうか。そしてお腹の部分も効率化のためにこの首の部分を使っていこうかなと思います。なので首の部分をタップして左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップします。そしてクローンを選択してください。その後にフロントの視点に戻してこちらのギズモマークで選択して動かしてみます。いろんな視点で確認していきながら太くしたり伸ばしたり調整してみましょう。はい、こんな感じで OK です。こちらも複製なのですでに表面も滑らかになっていると思います。なのでこれで完了になります。では続いては後ろの足も作っていきましょうか。はい、ここでもう勘のいい方はお察しのように前足をそのまま転用しちゃいたいと思います。では複製したい前足の方をタップしてください。そして左上のバーの中から四角が3つ並んだアイコンをタップします。そしてしっかりミラーの方もチェックするのを忘れないようにしていきましょう。そしてチェックしたらこの状態でクローンをタップします。そうするともう1セット生まれるので、こちらのギズモをタップして位置を調整していきましょう。
はい、こんな感じで後ろ足ができたら完了です。ポイントとしては、前足がこういう風に斜めになって、後ろ足がこう斜めになって台形のラインになるのが理想的かなと思います。では続いて尻尾の部分を作ってみましょうか。フロントの視点に戻してスパナマークからチューブを選択してください。そして左のバーの中のパス、スプライン曲線になっていることをしっかり確認しましょう。では今までの流れと同じように尻尾の根元の部分にタップ、そして尻尾の最後の長さのところをタップしてください。でこの状態で緑をタップして円柱にします。ここから太さを変えたい部分をイメージしながら白い点を追加して太さを変えてみましょう。そしてこちらもこんな風に対称になってしまっているので、四角が3つ並んだシーンという部分からこちらのミラーの中に入ってしまっているので出してあげます。ぐーっと持ってきて、この時下でも大丈夫です。この黄色になっていないところを探して離します。そうすると対称じゃなくなるので、この状態で視点を変えながら真ん中に持ってくるように調整してみましょう。全体的に動かしたい場合はギズモを使います。はい、それではですね、尻尾の部分も他の部分と同じように端が丸くなるように作っていこうと思います。こちらの半径を3つとも光るように調整して太さのバランスを変えていきます。こういう風に白い点をつかむと太さを変える位置も移動することができるので、バランスを見て調整してみてください。はい、だいたい形が整ってきたなって思ったらこちらの検証で完了していきましょう。そして他の部分と同様にこちらも表面を滑らかにしていこうと思います。スパナマークからスムーズを選択して、そしてちなみになんですが、ボクセルを長押しした時に表示される数字がもうすでに細かくなっている場合は調整しなくても大丈夫なので、こちらのボクセルを短くタップします。そうするともうワンタップで細かい四角にすることができるので、この状態でスムーズをかけて滑らかにすることができます。はい、綺麗に丸くなりましたね。そして風船アートで使われるバルーンなんですけど、お尻の部分が空気が入っていなくて余ってる部分がありますよね。こっちのピロっていう部分があると思うんですが、そこを尻尾に持っていこうと思います。こっちもチューブで作ってみましょう。スパナマークからチューブを選択してパス、スプライン曲線になっていることを確認します。そして付け根の部分をタップして作りたい形の長さになるように調整します。長さが調整できたら黄緑から円柱型に調整します。そしていろんな視点から見てちゃんとまっすぐになっているように調整してみましょう。そしてバルーンアートのこの尻尾の方もちょっと丸みを作りたいので2点先っちょの方に追加してます。ではここの太さも変えてみましょうか。半径の部分が3つ光るまでタップして一番先の方を丸っこくしていきます。はい、こんな感じで尻尾の形ができたらいい感じかなと思います。でいろんなバルーンアートをちょっと手本で見てみたんですけど、こっちが長い方が少し気持ち長い方が結構可愛いかなっていう印象だったので、少しだけ個人的に長くしようかなと思います。はい、それではですね、こうやってアップしていくと分かると思うんですが、今ってすごく境目が目立っている状態になっていると思います。ですが本当のバルーンアートってここってつながってますよね。なのでこの境目をなくして滑らかにつながるように作っていこうと思います。この尻尾の部分をタップして四角が3つ並んだシーンというアイコンから先っちょの部分の方も選択します。そうすると2つ紫に光ったので両方選択されていることがわかるかなと思います。この状態でですね、上の結合という部分を押すと2つが合体した状態になります。
ですがこの時点ではまだ境目が分かる状態になっているので、一度ボクセルを押して解像度を上げます。だいたい200ぐらいで大丈夫です。そうするとこういう風につながった形になるので、スムーズでさらに表面を滑らかにしていきます。はい、そうするとこんな風に綺麗に滑らかにつながったのが分かりますよね。これで結構完成度がぐんと上がるので、ぜひ使ってみてほしいテクニックの一つになります。では最後にですね、このお顔の前のお口の部分にバルーンアートの結び目の部分を作ってみようと思います。こちらも同じくチューブで選択していきたいので、スパナ、チューブ、そしてパス、スプライン曲線の順で操作していきましょう。根元の部分をタップして、ちょうど結び目の最後の位置の方にタップします。そして一度円柱にします。その後にいろんな視点から他の部分と同じようにしっかりまっすぐになっているかを確認してください。そして結び目なのでこう先が開いている状態に作ってみようかなと思います。なので白い点を追加して、こちらの半径を3つ光った状態にして大きさを変えて調整してみましょう。ここでですね、以前の動画でもちょっとお話ししたんですけど、見てない人のために補足です。こういう風に無駄に白い点を追加してしまったなっていう場合は、近くの点の方に持っていくと赤く変わるので、ここで離してあげると一つの点になります。これで増やしすぎた時はぜひ調整してみてください。はい、だいたいこんな感じの形になれば OK です。続いて検証を押して丸みをつけていきましょう。スムーズを選択してボクセルで全体を滑らかに仕上げます。そしてですね、この部分も尻尾と同じようにお顔と滑らかにつながるように仕上げてもいいですし、本物のバルーンアートの場合だとここがちょうど結び目になっているので、境目がバルーンアートらしさをちょっと出しているかなっていう印象もあるので、私はこのままにして仕上げようかなと思います。もし滑らかにしたい場合は先ほどの手順と同じように2つを選択して結合、そしてスムーズの流れで仕上げてください。ではですね、こっちのお口の先っちょの部分が空気を入れる部分になるので、少しくぼませたいなと思います。形を変えたい場合はスパナマークからドラッグを選択してください。そして今だとこの丸の形がブラシの大きさになるんですが、結び目の形に対してすごく大きいので小さく調整してください。そして見やすい視点に移動しながら、こういう風に真ん中を選択してぐーっと内側に入れていきます。はい、だいたいこんな感じにできたらすごくバルーンアートらしい感じが出てきたかなと思います。そして全体で見た時にこういう風にちょっと足の部分が風船からはみ出してしまっていて、バルーンアート感が少しだけなくなっちゃっている感じがするので、こちらの同じようにドラッグを使って足のバランスを整えていこうかなと思います。まず前足の部分をタップして内側にぐーっと持っていこうかなと思います。で、今だとお口のサイズのブラシのままなのでちょっと大きくしましょうか。そして動かしたいところをタップして内側に持っていきます。こういう時にいろんな視点から見るのがすごくポイントになっているので、同じ画面のままで触り続けないように注意してみましょう。はい、だいたいこんな感じですかね。では後ろも同じようにタップして紫色になったことを確認して内側にグッと押し込みましょう。はい、こんな感じで角が気にならなくなってきたら OK です。で、こっちの耳の部分も角を中に入れていきましょうか。タップしてブラシを大きくして内側に入れます。はい、こんな感じで全体の丸みが取れたら完成です。
チューブだけで全部作れましたね。では次にカラーをつけていこうかなと思います。今回は全て同じ色にしたいので、こちらの3つの四角が並んだ部分から全てにチェックを入れてみましょう。そしてこの状態で左のバーの中にある下から2番目の丸の部分を選択してください。そうするとここでお好きな色を選択することができます。今回は私はピンク色にしてみようかなと思います。そしてこの粗さとメタリックの部分を調整するとすごくマットな可愛いバルーンアートもできますし、ツヤツヤな本物みたいなバルーンアートにすることもできます。私は今回は粗さを0、メタリックをちょっと高めに設定してみようかなと思います。はい、こんな感じでお好きな色ができたら、こっちに反映させるために全てをペイントというところをタップしてください。そうすると全体にカラーが塗れたかなと思います。そしてメタリックにすると特に分かりやすいんですが、こういう風にアップするとこっちはツヤツヤなのにここは少しザラーっとなっていますよね。ここは少しだけまだ四角が大きい状態なのでザラザラしているように見える状態になっています。なのでもう一度ボクセルを押して高い解像度でリメッシュ、その後にスムーズを押すとツヤツヤにすることができます。はい、これで可愛いバルーンアートが完成したかなと思います。では記念に撮影までしていきましょうか。撮影の手順としてはこの画角で撮影することができるので、好みの視点になるように指で調整してみてください。私はこの視点から撮ってみようかなと思います。ちょうど真ん中に来るようにして、撮影する場合の手順としてはこちらのフォルダマークをタップしてぐーっと下に持っていくと、こちらの最終サイズという部分が選択できます。そして今回は四角の画角になるように撮影していこうかなと思うので、右下のスクエアを選択してやっていこうかなと思います。そしてこの状態で PNG を書き出すをタップすると、こういう風に画像として抽出することができます。そしてこの状態ではまだ写真アプリに入っていないので、右上の出力ボタンをタップしてこちらから画像を保存を忘れないようにしていきましょう。ここをタップするともうすでに写真アプリに追加される状態になっているので、これで OK です。そして完了を押すと前の画面に戻ることができます。ここまでできましたら、この iPad を閉じる前にしっかり保存も忘れずにしておきましょう。保存の手順としてはフォルダマークをタップしてプロジェクトの中の保存をタップします。そうするとこのプロジェクト名を設定することができるので、今回はバルーンアートで保存してみようと思います。はい、このように写真が出てきたらしっかり保存されている状態になります。はい、今回の動画はこちらで以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。もしこの動画が参考になったよという方は高評価、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。もしわからない部分だったり、こういうのを教えてほしいっていうところがあればぜひコメントに残してください。ありがとうございました。